こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 縛りプレイ始めるぞ。前回は、シャムシエルさんが何にもせずに帰っていきました。ちょっと見ていて悲しかったな。このゲームの人は、出てきて何にもせずに帰るいい種ばかりですね。はい、今回のインターミッション結果です。情報量多すぎて見づらいわ。文字の色とか色々変えてみてるけど、どうにも見づらいな。エルガイム勢が珍しいことになってますね。今回のステージは敵が弱いからな。できるだけ普段使ってない人たちのレベルアップも考えて、乗り換えをしているぞ。なお、リリスの乗せ替えは忘れました。妖精の乗り換えってどうしても忘れる。あるあるですね。前作で倒したけど何事もなくまたいる。それがスパロボ F。戦艦できてる時点で相手は一人できてないような気がしますがね。チェーンデスマッチってなんだろう。生身の人間に破壊光線的なの撃ってるのに、怪我してるじゃないのじゃ済まないだろうに。両腕が折れてるわ、で済む話じゃないよな。というわけで龍馬と千鶴さんが抜けて、残りのコンバトラーチームです。自軍部隊が到着するまでまずは耐えないとな。とりあえずコスケさんは地中に潜っておきましょう。さすがコスケ、汚い。下手くそが。ちなみにコンバトラー V はスパロボ F において、最も高い火力が出せるユニットとなっています。超電磁スピンの威力がやたら高いイメージがあるな。コンバトラーはシナリオの都合上、戦闘を行わなければならない箇所がいくつかあるので、どこかで見ることができるでしょう。このゲームのコンバトラーは、やたら自分たちだけで先行していくイメージがありますね。まあおかげで、ちゃんと仲間になるタイミングではすでにコンバトラーの敵は倒した後になるからな。ジェネラとかいないし、インパクトで初めて見た時、誰これってなったの覚えてます。コンバトラーの敵ってガルーだと俺は生でしか知らなかったからな。しかし、思った以上にコンバトラーチーム余裕ですね。機械獣とメカザウルスの弱さが際立ちますね。ということで自軍部隊到着です。ひとまず、邪魔なコンバトラーチームを収容。そしてこのステージでは、これ以上敵の増援もないです。俺だって。危なかった。このゲームのハンドグレネードは格闘属性だから、ジェガンとかリガズイはバーニーに合ってるな。一
動後2射程にまで攻撃できる武装って、モビルスーツじゃ珍しいからさりげなく便利なんだよね。一瞬、バーニーのハンドグレネード強くねって思ったけど、アムの S マイン見て確信した。バドが弱すぎるだけだった。本当に弱い。S マインであんなに減るやつ初めて見た。これは弱さの次元が違いますね。いただきー。しかし、本当に弱い以外の言葉が出てこないレベルで敵が弱いんだが、ちょっと強いとしたら、奥にいる機械銃と戦闘銃ぐらいだろうか。メカザウルスに関しては、何これレベルの弱さしてますね。それもこれも、ゲッターの敵がこのゲームには出てこないから、必然と弱くなってるんだろうな。マジンガーとかは敵いても弱いですけどね。それでも機械銃とメカザウルスの性能差が激しいのは、そういった事情のような気はするね。というかもしかしてこの人たち改造もされてないのか。DC もうちょっと頑張ってくれ。F 終盤から完結編にかけては頑張りすぎなので勘弁な。リガズイは強いんだけど、どうしてもエネルギー消費が激しいのがな。エネルギー改造しても限界はあるしな。何より、バックウェポンシステム装備で飛んでるせいで、死刑適正受けられないのがきつすぎだな。防御や回避の補正はもちろんだが、建物や土のエネルギー回復を受けられないのがきつい。他のエネルギー消費武器を主軸に戦う機体は、着地してエネルギー回復しながら戦えるからな。やはり、爆弾として扱うのが一番正しい使い方なのか。飛んでるっていうのはアドバンテージにはなるんだがな。降りられないっていうのがだいぶマイナスだな。こう思うと、やっぱりスーパーガンダムってすごいんだな。早く G ディフェンサーくれ。スーパー系だと序盤で手に入るのに、リアル系だと F の終盤だからな。遅すぎなんだよな。まあ一番差がひどいのはとあるパイロットですけどね。スーパー系とリアル系の差か。とあるパイロットはスーパー系では F の中盤で仲間になるんだが、リアル系だとなぜか仲間になるのは完結編の終盤になるキャラがいてな。完結編の終盤って、それもうほぼ終わりじゃないですか。そうなのだ。そう、仲間になるキャラ、それはケイラスー。最強メカニックアストナージの恋人にして、このゲーム数少ないオールドタイプガンダムパイロットだ。だがまあ、もちろんオールドタイプなので強くない。そして、この縛りにおいても、そこまで登場が遅いと、他に使えるキャラとかがいるはずなので、出番がない可能性が高い。なんかもう、かわいそう以外の言葉が出てきませんね。そもそもなんでこんな登場が遅いのか、謎である。さあシナリオに全く触れてこなかったが、色々あって残りはアシュラの空飛ぶ貯金箱だけです。このステージでは撤退も何もしないので、削ってから幸運持ちで倒して、お金にしましょう。本当に強い敵が一機もいなくてびっくりしました。ここまで出てくる敵が全部弱いのって、スパロボ F だと珍しいかもね。大体ポセイダル軍だからな。弱いのは DC 地上部隊ってはっきりわかる。戦艦対戦艦だけど、圧勝できそう。最近新マジンガーしか見てなかったから、弱いアシュラに違和感すら感じてしまう。新マジンガーだとアシュラは完全に主要キャラだもんな。まあでも、この人らが弱いのは、スパロボ F のシステムのせいでもあるのかもな。完結編に行くにつれ、自軍のスーパー系が弱くなるように、彼らは強くはなれない。そういう運命なのかもな。
そんな運命嫌だな。はい、じゃあダラダラやってきましたが最後は幸運かけて締めです。これでどう？なんだと？そんなバカな！お金たっぷりありがとうございました。両腕折れてるだけじゃなかったのか。ちゃんと致命的なダメージを負ってたみたいですね。クローン技術で腕を再生って、そんな簡単な話ではないと思うんですが、普通に考えたら前もって色々準備が必要そうですけどね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。